続いての方はともみんさんですね。のんちゃんこんばんは。雨の日の素敵なお家での過ごし方を伝授します。嬉しい。お家にある古い昔のアルバムを探してみてみましょう。私は両親の若い頃のアルバムを発見し、思わず泣いた記憶があります。泣かせないでください。私も泣いたことあるアルバムにはまだ両親が付き合っていた時から始まり、やばいやばい、それから結婚自分が誕生し成長していく過程が写真としてありました。初めのうちはなんだこれみたいな感じで笑いながら見ていたのですが、だんだんとうるうるしてきました。特に自分が登場してきて可愛がられている姿や家族や親戚みんなでわー笑ってる姿を見ていたら感動というか言葉が出ない感じになりました。自分はこれから親のために何ができるのだろうか泣かせようとしてますよね、スタッフさん。いいのを選んでくる。いやー怖い怖い。頑張れ、頑張ります。ちょっとね頑張ってそうですね。はい、ということでアルバムですね、振り返ってみるといいということでいただきました。いやーおかえりメール私結構今日スタッフさんに言いましたよね。泣かないようにしたいから絆の日は避けるって言ったんですけども、まさかですね泣くやつが来てしまいました。大変すみません。いやーわかるすごくわかります。なんかなあ、しかもすごいいい写真だし、こんなことになるとは泣くキャラみたいになってるおかえりメールで本当にテーマ考えてるんですけどね、スタッフさんにやられてしまいました。これも振りだったってことですね。いやなんかすごい心温まったんですよ。皆さん大変失礼いたしましたいやすごくね、なんかさっきもこのリポートを紹介してて言ったけど、こうアルバムとかね写真に残ってるとすごくいいですよね。私も見返してすごくね、両親の付き合ってたそれこそ時代とか、すごい姉が生まれた当時とか振り返って感慨深い気持ちになるので、自分もねもし家族ができたらたくさん写真をね残してあげたいなって思います。なんで泣いてるん本当にもうこんなつもりじゃなかったのに、まあね、ぜひ皆さんもですねアルバムがあったら見返してみると楽しいかもしれません。いや本当にママの泣いてるんじゃないかなわかんないけど、つい最近なんですけど私の部屋にアルバムがあるんですよ。そうだからうちのアルバムもちょっと用事があって引っ張り出して母と見てたんですけども、まさにこんな感じで最初は笑ってたんですよ。なんかすごい変な写真とか、主に私なんですけどね私の変な写真がいっぱい出てきてすごい笑ってたんですけど、だんだんとね感慨深くなるんですよね。で母が泣いてるのを見て私ももらい泣きしちゃって、多分今泣いててみんなももらい泣きしちゃってるかもしれないんですけども、いやまさかですねこんなことになると思わなかった。いや絆の日避けたのにすごいいつも無難なねテーマをお送りしてるんですけども落差すごいですよね。このタイミングでちょっと話もしようかなちょっと一旦いいですかさっきのお写真にしていただいて。はい、さあということでですね、ちょっとうっかり涙も流れてしまいましたけども本当ですね、スタートめっちゃ笑顔だったのにこう泣いて終わるっていうですね、なんとも喜怒哀楽の激しい人でですね、大変失礼いたしました。いやそうですね、温かい家庭に本当に育ててもらったなって思います。はい、
よし、ちょっとねこの後5分で整えていきますので、皆さん一旦お待ちください。それではこの後番組は19時30分に再開します。